線香花火を作ってるとこがもう2社しか作ってない。花火を通して世界平和を訴えるのもまたいいのかもしれないし。花火楽しい。はい、いらっしゃいませ。おはようございます。おはようございます。お願いします。お名前をお伺いしてもよろしいですか。はい、筒井時政玩具花火製造所の筒井太一と申します。早速なんですけど、実際に今日作っていただく花火の方をご紹介いただいてもよろしいですか。今日作るのはこれになります。こちら線香花火になります。この線香花火は日本で生まれた文化なんですけど、今国内で製造しているメーカーが2社しかなくて、この線香花火作ってるメーカーの一つです。ここが国産の線香花火に言える特徴なんですけど、4変化するっていう特徴があります。で、火の玉ができて火花が出始めて、それが勢いを増して最後ちっちゃい火花が出る、それがこの国産の線香花火の特徴です。今から線香花火を作るんですけど、まず紙に色をのせなきゃいけないんで、今親父が今染めてるんで、そこを見せますね。これ2000枚ね。素材はこれは薄用紙って、これは一般的に遊ばれるその線香花火の紙ね。で高級になるとやっぱり手すき和紙も裁断して染めていく。こっちは顔料で粉染料ね。これまず1色目の黄色、最終的には5色染めるね。表面だけ色がつけば線香花火寄った時にしっかり色が出る。表だけしか出ないからね。色がしっかりにじむように、薄めからどんどん入れていくかな。薄い色から、薄い色から乾かないうちに色を重ねてちょっとグラデーションを出すと、ここはなって緑になったよね。はい。でここはオレンジ色になって、全と色がこう調和するように。黄色から青ドンってなるよりはやっぱり黄色緑青ってこう色がこうねにじんだ感じでこうグラデーションするとすごく仕上がりが綺麗。やっぱこの色見るとなんか線香花火っぽい細い一本の線でどんだけ色を見せれるかっていうところなんで、線をいかにこうやっぱこう彩りよくカラフルに見せるかというと、やっぱもうこのいろんな色を混ぜてレインボーカラーにするんだよね。線香花火のそもそも起源というか始まりみたいなのって始まりはもう江戸時代よねに線香花火はできましたね。まずはね鉄砲火薬から始まった。鉄砲伝来とともに火薬も入ってきて戦いの道具だったよね。戦国時代で平和な江戸時代になって人を殺める道具から人を楽しませるものになっていったっていうのが火薬やね。でその人を楽しませるためにその花火が生まれた。だからおもちゃ花火の元祖やねこれは。線香花火ができて手持ち花火もあったのよね。今は綺麗な火花が出たりね、綺麗な色が出たりするのはもう明治からいろんな発色剤が輸入するようになって色が出始めたのね。で江戸時代はもう線香花火みたいにもうオレンジ一色の花火だけ。オレンジ色が最初の火薬の色
まあ言うなら炭を燃やしたらオレンジ色に光やあれが元祖の花火の火花ね。よし、こういう感じですね。まずね、あと最後この黄色の部分に緑をこう薄く塗るのね。ただ表面だけ緑が出て寄った時にこう緑の螺旋がこう出るようにね。で色染めは完成ね。今から配合の計量をしていきます。そうですね、こことここで2つ測ります。保管場所が法律によって決められてて、同じところで保管しちゃいけないっていうのがあるんですよ。これとこれが混ざっちゃうとちょっと爆発しやすくなるとか、それで2種類分けられてます。原料の松煙っていう松の根っこなんですけど、燃やして黒い煙が出るから、それをこうキャッチするとすすができるんだよね。そのすすが主原料なんだけど、それがやっぱり油分が多かったりとか少なかったりとかで燃え方がやっぱ変わってくるから、原料のをちょっと混ぜ合わせる量をまた調整する。これわかります？硫黄です。温泉とかの。これは硝酸カリウムって言って酸化剤ですね。これで薬品の計量自体は機械を使って配合に。機械で混ぜる前にあらかた混ぜて、さらにこの中で混ぜて出してまたさらにふるいます。絶対均等に混ぜるぞっていう意思を持って何回もふるいますね。均等にやっぱ混ざってないと燃焼不良を起こしたり、燃えが途中で止まっちゃったりとか、お客さんが使うっていう製品になるっていう以上、そういうことがあってはいけないんで、どっちかというと機械の方がもうサブみたいな、機械よりも手で混ぜた方がもう完璧というか確実ですね。機械はどうしても電気使うんで、はい、あんまりいろんなところに機械を入れ込んでたら、やっぱりそれだけ爆発のリスクも増えはするんで、なるべく
できるものは手作業でっていう。これは何という機械になるんですか？これはですね、機械の名前はないですね。もうガラガラの抽選機みたいな。似てます。もう仕組みはほぼ一緒です。これももうめちゃくちゃ古くて、この機械自体もう使うところも今あんまりないかもしれない。ただこれ回すことによってもうすごい均等に多い量の火薬混ぜることができるんで。カシの木のなんか丸っこいやつがいっぱい入ってて、これで火薬を細かくすりつぶすみたいに。石かと思いました。石とかだと、石ももうほんと稀ですけど火花を発することあるみたいで。水を入れるんで、粉塵がこうやっぱりあんまり回らないようにすることによって安全性を高めるためですね。結構火薬に水って結構現金だと思われるかもしれないんですけど、意外と水を使って作ってるんですよ。どの花火も。打ち上げ花火の一つ一つの光る玉も水でやったり作ったりしますね。これで回します。でスイッチが裏にあるんで、裏まで回します。これで表が多分回ってると思う。だいたい15分ぐらいですね。15分から20分ぐらい回したら取り出すので。違う蓋になったんですか？そうです。穴のない蓋から穴のある蓋に。ここからはさらにもう一回振るいます。
一番繊細な作業とかってどの作業になるんですか？まあでもこれですね、配合やっぱ綺麗に混ざってないとどうしても全部同じような現象にはならないんで、それなんか結構手首をこう柔軟に使うようなゴミですね。古い火薬が固まったのが落ちてきて、線香花火を巻く作業をしていきます。道具はこの3つだけですね。火薬と紙とさじ。何本ぐらい練習しましたか？いやー、3000本ぐらいは多分寄りましたね。また別に職人さんはおじいちゃんおばあちゃんがいっぱいいらっしゃって、もう早い人は10秒前後で作っていきますんで、まだ自分も全然遅い方ですね。うちみたいなおもちゃ花火メーカーはもう極限もう本当究極に減ってきたもんね。実際ちゃんと作ってるところって言ったら多分もう15件切ってるんじゃないかな。線香花火を作ってるとこがもううちとあと愛知県の2社しか作ってない。いけなくなったのがまたね、それはもう需要がないならもう作る意味がなくなってくるよね。もうそうやって玩具メーカーはもう玩具花火メーカーはもうどんどん衰退していって、あとは外国から安いものが入ってきて、うちでこれ作るならやっぱりもう100円ぐらいするけど外国からやったらもう30円でできるとか、店頭に並べばもうやっぱり30円買っちゃうよね。うちがだけしか作ってない線香花火があって、あ、もうここ一軒だけ。まあ線香花火の元祖と言われるけどね。藁のタイプの線香花火ね。昔は藁ぼうきを作った後に余った廃材でその線香花火を作ってたよね。ほうき屋さんから買ってたの。でそのほうき屋さんなくなったからさあどうしようって400年続く線香花火、うちで米作りから始め、もう田んぼを買っちゃったよそれを続けるためにはやっぱりそうするしかないよねってなって、もうじゃあなくすっていう考えはなかった。なかったね。なら米作りで藁で作ればいいよねってなって、はい、うちは農業もやっぱり始めます。でもすごくいいよ。花火はもう夏の時期ってでやっぱりオンとオフの差がすごく激しくて、うちもスタッフを雇ってる限りはやっぱお仕事探さなきゃいけないのよね。もう半年間休んどってくださいっていうわけにはいかんし、オフの半年はほんな農業しようかって言って、すごく1年のうちの会社のバランスはすごくいい。夏は花火屋さん、冬はもう農業みたいなことでみんなでこう作って、九州炭火の火薬を作るんですけど、火薬を詰める芯の柄っていう部分をまずは並べていきます。緩みがないかちょっと動くとこの辺に入れとかないと
後々大変なことになる。よいしょ。だからはおもちゃ花火特有のパチパチとかなるものが金属使ってるんで、それ金属を混ぜ込む作業です。これ全部金属なんですけど、それぞれの形とか材質が違うんですよ。チタンとかマグナリウムとか。金属混ぜてもう一回振ります。で一応詰める工程が3工程、3つの薬品詰めるんで。Great, thanks. これ大体何分目とか決まってるんですか？だいたい7分目とかなんですけど、結構最初はやっぱ苦戦しますね。綺麗に全体に詰めるのが結構難しいんで。でさっきぎゅうぎゅうに詰めてないと今みたいにこうポロッと叩いてる時に出てきちゃうんです。最初の方はしてましたね叩いたら全部バラバラ。結構強く硬く詰めてますね。これすることによって火の持ちが長くなるんで、火薬をより多く詰めれるんですね。それでとりあえず1段目が終わりですね。さっきの1段目がメインの火花になるんですよ。この2段目っていうのが、1段目からこのメインのところに直接移り変わると結構火がつきづらかったりするんですよね。なんで1段目と3段目の間にこのさっきとほぼ同じ火薬なんですけど、さっきの、メインの火薬をちょっと強くした火薬を挟んで、火がスーッとこうつきやすくするように2段目に間にかませるっていう。最後はそうです。3段目の一番上の部分で全然違う火薬で、もう白色の火薬で赤色の火を最初に出すんで、それを入れます。で最後はもう手で押し込む。これ叩くと結構この辺はまだ入ってないんで、さらに入れて押し込む。叩くよりも押し込む方が確実にガッといく。
今までで押し込んだらやっぱ均等にはいかないんですよ。ただ最後はもうできるだけもう詰め込むんで手で押す感じです。これで完成です。これはアルコールです。アルコールでこの上の火薬をちょっと濡らして、そしたら固まるっていう。これであと乾燥させれば終了です。あとはじゃあちょっと片付けします。火薬がやっぱこう中残ってたりすると、事故のリスクが増えるんで、ここはしっかり乾いて火薬はきれいに出すようにしてます。乾くって方言ですか？乾く方言ですね。はい、めちゃめちゃ方言です。はい。吐くですね。もうまずはいつもの流れですか？仕事が終わったら。はい、もう絶対終わったら一番最初にお風呂入りたいってなりますよね。いや、お風呂めちゃめちゃ入りたいですよ。なので夏は極力この火薬詰めをしないようにはしてるんですけど、暑いんでこれクーラーもないところでやるんで、はい、最近やっぱり花火を遊べる場所が少なくなってて、うちの方で宿を作って、そこにちょうど今日お客さんが泊まるんで、今から行ってみたいと思います。ここが花火を楽しめる宿の川の家です。ここはもともとうちの職人さんのお家で、取り壊す前にうちが買い取って、ここを宿として使うようにしました。ねえ、青色がいい。青色？はい。すごい。すごい。雨だ。雨みたいね。なんか星が落ちてきてるみたいだね。雨だ。下跳ねてるよ、見て。下につぶつぶが跳ねてる。さあ、雨がザーってした。ねえ。雨みたいやった。花火やったことは？松井さんのところでよくやらせていただいて。やってみる？あ、次それする？一つやっぱり伝えたいことは、やっぱりこう公園っていうのはやっぱり子どもの遊び場であって、子どもが唯一こう本当自由に遊ぶ場所なのよね。それを大人がの都合によって何々禁止とか
たら子供の本当遊び場もなくなってくる。ただやっぱり夏の風物詩でやっぱり夏だけは公園を子供に開放させようっていうなんかそういった運動もできればね。ほら見て、これじゃすごいよ。すごいね。やったまだまだついてる。パチ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 。あ、落ちちゃった。ゆうちゃんとしんちゃんだけや。もしかして。いや、振るな振るな振るな。まだついてんじゃん。すごいね、長いね。お、落ちた。あ、ゆうちゃんの。ねえ、しんちゃんもだよ。ね、しんちゃんもね、頑張ったよね。しんちまだゃんと生きてるよ。ゆうちゃんの勝ち。花火楽しい。楽しいね。ここは100年の古民家を改装して地元にこう残る原風景を残す宿として縁側で線香花火と日本酒を楽しんだりとかずっとこれから先100年も守っていきたいと思うものを残していくっていうコンセプトでこの宿をしてます。に置いてもらって乾燥させて。夜ご飯はちょっとシェフが来てこうやってもらうけど朝こうお見送りする時は地元のお母さんが作ってくださってる料理を食べて優しいこう料理を食べて帰ってもらいたいなっていう思いでもう本当に日頃のこう気取らない料理提供したいなと思ってお願いしてます。ナスのですね、甘辛あえてって美味しいです。どうしてここで朝ごはんを作られるようになったんですか？全部京子さんとのご縁で2、3年ぐらいですかね。ここが始まってからですね。美味しいって言われるやろうなっていうことそれだけを想像して作りよるんです。美味しくなれとしてるんですよ。でこれと混ぜるんです。これと混ぜて、マヨネーズ。マヨネーズです。何でも適当です。これをもう一つできて、これが花火米です。花火を作るために稲わらの芯が必要で自分たちで農業を始めてその取れたお米をここでこう食べてもらいたいっていうビワのお茶をこうお米に入れてここからぐつぐつ炊いて。はい。いいと思います。もうもったいないけんで。味噌は地元の味噌です。高田宮山市産の宮山市でできた米と麦と大豆で作ってます。めっちゃ香りが。ここで泊まられた方がこちらで朝ごはんを召し上がることができます。でこれをかけてで
ビワ茶のおかゆです。古いお家を改装するのって大変だと思うんですけど、はい、壊して建て替えた方が、簡単で、ね、早かったり安かったりするのかもしれないですけど、やっぱこう古いものをそのまま残すっていうことの難しさとか、大切さとか、そういうことをすごくこう花火作りの中から、感じたので、いいものをこう残し続けるっていうことも自分たちがこう守りたいものとして残していくっていうことだと、なんか強く思ったので、そのままなるべくそのままの形で残すっていう風な、ことでこれねやってます。日本が平和なのよね。平和な国、子供が火薬で遊ぶことができる国ってなかなかそんなに、それが今度世界中に伝わっていくとね、平和な世界になるんじゃないのね。花火を通して世界平和を訴えるのもまたいいのかもしれないしね。